少ないなって思われるより食べきれんわって思われたい。今日の昼はここって決めてた。ありがとうございました。自分が続けられる範囲でやろうって思ってて、ずっと気軽に来てもらいたいです。肩ロース、油が少なくって赤身が綺麗。いつも準備お一人でされてるんですか？はい、営業はお一人です。すごい。作ったラーメンを向こうに持っていく運び屋さんが一人います。鶏ガラです。あんまりいろんなもの入れないんですよ、他には。もうめっちゃシンプルです。うちチャーシューがメインっていうか。スープが売り切れ次第終了じゃないですか。はい。だいたい何杯分ぐらい用意してるんですか？平日は50ぐらいかな。土日は100。自分が続けられる範囲でやろうって思ってて、ずっと数増やそう思ったら多分できますけど、それをやってると続けられない気がして、ここまでって決めてるんです。事前につけてる。あ、そうですそうです。結婚で若干生姜とニンニクが入ってます。そう、止めてください。ごめん、言わないと。何がで、あとはすごい。重いんでここまでですね。ラーメンを始めた時に絶対肉はこれでやるって決めてて、シンプルイズベストで、ここもなんか層で、ここに油が50、今年2になります。最初はフラワーアレンジメントの仕事をしてて、結婚式場のお花とか作ってたんですよ。ここの話が来て断る理由がなかったから、料理は好きだった。主婦歴が長いっていうか。ああ、なるほど。ここで無心で。今日の営業は肉がどれだけ切れるかにかかってます。この当時からこういうラーメンにしようって思ってたんですか？レアチャーシューはもう絶対やろうと思ってて、なんか思いつきでやってしまうタイプ。最初はそのお客さんが来てくれるかどうかなんかもわからんし、とりあえず最初のラーメン500円にしたんですよ。だんだんその常連さんがチャーシュー増したいんじゃけど言ってくれて、適当にこう盛り付けしたのが、はい、バララーメンの始まりでした。でカツラーメンも綺麗に並べるんですよ。だから全部綺麗に並べたくって、盛り付けっていうよりも飾り付け。だから自分の中ではラーメンって気軽に食べれる食べ物、高くしたくないよね。人件費かけずにやってる。その分多少お待ちいただくはあるけど、値上げはしないようにしてる。
バラ作る時ってここでも1個バラ作るんですよ。2度揚げするんですよ。これも早く揚げるか提供するために。もう一回揚げるから、これ大きいですね。切って見せんのが私のモットー。毎日楽しくするのがで。あのね、そうだ、ごめん、言うの忘れてた。2段で買えるから9時で金物でラボ届いてもういいでいる野菜と肉と香辛料食堂みたいな。まあ割と食われてるな。追いつくんがええのってからしてんかって。
失礼します。はい。安藤さんだけ生卵見せます。じゃじゃ麺。ジュラジャジャが岡山って。ジュラジャジャ麺。滑った。おにに金棒じゃん。はい。カツ棒。あ、それカツなんですか？とんかつで棒を作った。やばい。期間限定メニューで1ヶ月か2ヶ月ぐらいこう変わっていくやつを今日は初めて食べました。唐揚げの生卵かけたら美味しいんですよ。卵とねタレがねすごい合うんですよ。おすすめってありますか？やっぱしたバラでしょ。バララーメン見た目と味と全ていいですよ。はい。どうしたらこれ名物。あ、そうなんですか？はい、どうぞ。ありがとうございました。すいません。すごいなんか柔らかくて美味しいです。お休みの日とか行列なんで、今日は平日寄れたんで来たんですけど。
りがとうございました。ありがとうございました。柔らかくてしっとりしとってめちゃくちゃ美味しい唐揚げも美味しい。結構シンプルな感じでラーメンとかと一緒に食べれるのいいですね。結構ボリュームがありますね。はい、なんか値段の割にいっぱいあって、この価格でって言ったらすごいなーって。何杯ある？いらっしゃいませ。全部？全員唐揚げ丼頼んだら終わりや。あ、そう。6人おる。この方はバラチャーシューでさらにチャーシュー丼にしてもらえますか？そうです。チャーシューでや。これじゃあ今日よく出てる。何杯だっけ？チャーシュー屋な感じよな。めちゃくちゃがっつりですよね。なるべく少ないなって思われるより食べきれんわって思われたい。カツも最初より
だんだん成長してきてる。最初もうちょっと小さかったのにでかっとかって言われたらついつい調子に乗って仕込みの時にちょっとずつ大きになってきよるね。かつてもう一枚なんか。もう2枚ある。そうだ。でみんなに言われて。岡山みなみの会議の声で出す声とか。バラになっとる。いいんじゃないですか。綺麗ですね。綺麗です。カツも美味しい。昨日から今日の昼はこって決めてたんで、まあ、チャーシューですかね。こってりじゃないからね、チャーシューといいバランスが取れていると思います。お待たせしました。どうぞ。毎日やってるから元気でおれとる。風邪ひく暇がないっていうか。風邪ひくっていうか、まあちょっと味付けどうなんですけど。だいたいネギ切ったりぐらいかな。ラーメンをいっぱいいっぱい作られるじゃないですか。あれはなんか理由があるんですか？最初始めた時ってもっとすごいもたついてたんよ。多分一杯作るのが精一杯だったんだね。自分で運んだりもしとったから一杯作って持っていく、その名残かな。味は変わりましたか、最初と今の？変わってないけど、前来てた人が食べたら美味しくなったっていうのは多分こっちの段取りだと思う。提供スピードとかスムーズに出せたらそれだけ美味しいんだろうね。私的にはラーメン作っているっていう感覚じゃなくって家庭料理の延長よ。あんまり体にその悪そうなものも入れたくないし、みたいな。自分が食べたいと思うもの、まあそういう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お店をやっていて大変なことはありますか？限られた時間の中で仕込みするのがまあ大変といえば大変かな。ラーメンを作る上でこだわってる点があれば教えてください。添加物とか無駄なものを入れずに、まあ、なるべく体にいいように作りたいかな。盛り付けはとにかくまあ綺麗には来てよかったなって思えるように盛り付けたいなとは思ってます。最後にお客様に一言あればお願いします。気軽に来てもらいたいです。
あとちょっと入り口が狭いんで見逃しちゃうお客さん結構いるんですけど、ここです入り口。細いですね。細いんですよ。今日はありがとうございありがとうごました。ざいました。